簡単なアレンジを2つご紹介します。弁当にも入れられます。好きなレシピを2つご紹介します。でもしょっぱいので私はお料理にごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。ビーフガーリックライス 100g あたり160円で2077円です。メルマが掲載品です。加工日は今日、消費期限は明日です。蓋をしてあってもガーリックが香ります。たっぷりのローストガーリックとビーフで美味しいんですけれども、オーストラリア産のお米使用のガーリック醤油の炊き込み、これの食感が苦手な方もおられるようですね。簡単なアレンジを2つご紹介します。お茶碗にビーフガーリックライスを盛り付けたら、だしをかけます。私は安丸だしのアンバサダーなのですけれども、ご家庭で気に入っているだしで大丈夫です。だしだけで美味しく飲めるだしをかけてください。そして追い青ネギ、お好みでわさび、これだけです。ひつまぶし風な食べ方で私の一押しです。オムライスにされる方も多いと思いますが、私はマグカップを使います。1人分のビーフガーリックライスをマグカップに入れて、スライスチーズで蓋をした上に溶き卵を流します。ラップをかけて500ワットで2分くらい加熱します。ケチャップをかけて出来上がりです。知ってたらごめんなさいね。ちょっとハードル自分で上げすぎちゃったかな。ネクストカルビ 400g 1258円です。大豆のお肉です。ビーガンです。コストコで買ったのは初めてですが、モニターでいただいたことがあり、普通に美味しかったです。国内大豆使用。賞味期限は6月26日です。約2ヶ月です。今話題の代替肉ですね。大豆ミートとも呼ばれています。200g が2パック入っています。コストコ限定の大容量パックです。大きさはバラバラです。7枚入っていました。フライパンに油をひいて両面焼きます。私はごま油を使います。焼き目がついたら出来上がりですけれども、すでに加熱してあるので生焼けの心配はありません。ウインナー感覚でお弁当にも入れられます。焼肉のタレ味がしっかりついていますし、程よい噛み応えもあります。カルビのような油っぽさはありませんが、加熱すると柔らかくなります。味も食感も焼肉っぽさがあり美味しいです。今までにいろんな大豆ミートを食べてきましたが、私はこれが一番好きです。発芽大豆 150g が3パック入り598円から100円オフです。気に入っているので2袋購入しました。大豆、青大豆、金時豆3種類とも国産。製造は愛知県。賞味期限は8月22日です。約4ヶ月です。そのまま食べられるので、サラダ、カレー、スープ、煮物の仕上げに入れたりなど便利です。サブヒロイン的なレシピばかりご紹介してきましたが、今回はメインヒロイン的なレシピを2つご紹介します。発芽大豆と豆腐のふんわり焼きを作ります。豆腐は水切りをします。ボウルに卵、豆腐、発芽大豆、小ネギ、生姜、だし粉、片栗粉を入れて混ぜます。私は安丸だしパックの中身を使いましたが、お好きな顆粒だしで大丈夫です。でも量はご自分で加減してください。フライパンにひいた油が温まったら火を弱め、種を大さじ1ずつすくって並べます。中火にして焼きます。焼き目がついたらひっくり返して両面を焼きます。タレを回しかけて絡めたら出来上がりです。見た目はつくねっぽいんですけれども、ふんわりした豆腐と大豆の食感の組み合わせが楽しめます。もう一つのレシピは発芽大豆と鶏胸肉の甘酢炒めです。タレ用の調味料を合わせておきます。ニンニクはスライス、玉ねぎはくし切り、ピーマンは角切りにしておきます。鶏肉は食べやすい大きさに切り、塩コショウ、チューブ生姜、酒を揉み込みます。大豆と鶏肉を別々に片栗粉をまぶしておきます。
フライパンにサラダ油とニンニクを入れて火をつけます。油が温まったら大豆を入れて揚げるように焼き取り出します。先に大豆を揚げ焼きにするかしないかで食感が違います。ここは頑張って一手間加えてください。フライパンにサラダ油を入れて玉ねぎと鶏肉をしっかり焼きます。蓋をして鶏肉の中心まで加熱します。ピーマンと大豆を戻してから軽く炒めます。タレを回しかけて絡めるように混ぜ炒めたら出来上がりです。この2つのレシピはブログとクックパッドにも投稿していますので、概要欄のリンクからご覧ください。ブラック&グリーンオリーブ 750g、 1198円から300円オフです。ブラックが1袋、グリーンが2袋です。原産国はイタリア。賞味期限は12月22日です。約8ヶ月です。デリカコーナーでパーティーシーズンに販売されるワインプラターにも入っているのと同じメーカーかどうかはわかりませんが、同様にそのままお酒のおつまみとして食べられます。でもしょっぱいので私はお料理に使う派です。グリーンオリーブはカステルベトラーノ、ブラックはカラマタ。日本でも手に入りやすいおなじみのオリーブの塩漬けです。ブラックオリーブはブラックというよりワイン色です。ブラックの方がグリーンより柔らかいですが、果肉が薄いせいか塩味も強く感じます。グリーンは大きいので扱いやすくナッティーな味わいです。種取りはタピオカストローが便利です。今回はグリーンをサラダに使いましたが、炊き込みご飯など和食にも合います。塩味の強い大豆みたいな感覚で使うと良いかなと思います。ブラックオリーブはパエリアに使いました。今週のお酒はサントリーの生ビールトリプル生です。ファミマアプリでいただいたのでコストコとは関係ありません。居酒屋で飲む生ビールにかなり近い味わいで美味しいです。メニューはグリーンオリーブ、ネギトロ巻き、ゴールドキウイとイチゴ、長芋の明太子和え、発芽大豆と豆腐のふんわり焼きです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。